攻撃力2400、あとは深淵スキル爆発で炎元素をつけ燃焼を起こしたら銃撃ぐるぐる19000ダメージ出てますね。こんにちは、雨です。今回は深淵に新たな可能性、重い4セット燃焼型深淵を解説したいと思います。動画の前半では深淵の性能を軽く解説し、重い4セットがなぜ相性良いのか、パーティー編成はどう組めば良いのかなどお話しし、動画の後半パートでは実践をやっていきます。実際にどれぐらいパーティー単位で火力が出るのか、深淵本人の火力はいかほどかご覧いただけますので、よかったら最後まで見ていってください。まずは簡単に性能をおさらい。深淵は炎元素両手剣キャラ、役割は物理アタッカー兼シールダー。元素スキルを発動させると周囲の敵に炎ダメージを与えつつ、ダメージを与えた敵の数に応じたシールドを獲得します。シールドの耐久値は防御力3小、シールドレベルの最大はレベル3となっており、レベル3に到達した時は一定間隔で周囲の敵に炎ダメージを与えるという性能までついてきます。ダメージというよりかは炎付着に優れた内容となっていますね。元素爆発は周囲の敵に物理ダメージを与えつつ、その直後に炎ダメージを連続して与えるという仕様になっています。倍率的には元素爆発発動時の物理ダメージが圧倒的に高くなっていますので、炎ダメージより物理ダメージに期待して使うという感じになっています。固有添付1つ目はシールドを貼った時のレベル、敵の数が3体でレベル3に到達だったんですが、必要な敵の数が1体少なくなります。もう一つの固有添付を解放すると、深淵自身が生成したシールドが存在するとき、物理ダメージバフ 15% を獲得することが可能。物理ダメージを出したいので、しっかりとシールドを維持しつつ戦いたいところですね。では突効果をざっと見ていきましょう。1突、会心が発生した後5秒間通常銃撃の攻撃速度がアップします。この後紹介しますが、貫突効果を生かして銃撃で戦っていくことが多いので、結構地味ですが嬉しい性能となっています。2突、元素爆発の物理ダメージが確定会心となります。おまけに発動時にレベル3のスキルと全く同じシールドを生成してくれるということで、スキル爆発ともにシールド生成が可能になります。炎元素の追撃を与えてくれるレベル3のシールドなので、炎付着も安定しますね。めちゃくちゃ強力です。3突、スキル添付レベルアップということでシールドの耐久値が上がります。4突、スキルがヒットした敵の物理耐性が 15% ダウンします。物理耐性ダウンといえば超電導ですが、深淵は炎元素キャラですので、パーティー内で超電導をやろうと思うと氷キャラと雷キャラを別で編成する必要があり、パーティーが3人固定されちゃうのでなかなか難しいんですよね。他の物理アタッカーであるレザー、エウルワ、フレミネとかは自身が雷または氷キャラなので、もう片方の元素キャラを入れれば超電導を起こせちゃうんですが、深淵はこの点が大きなデメリット。なかなか物理アタッカーの中でも評価が低い要因の一つとなっています。一応4突効果でね、超電導に近しい物理耐性ダウンを自前で可能となっています。かなり強力。5突、元素爆発のレベルアップということで、さっき見た高倍率の物理ダメージがさらに火力上昇します。貫突すると深淵の銃撃スタミナ消費が 30% 減るのに加えて、銃撃発動時深淵の防御力 50% 分攻撃力アップするという性能がついてきます。この性能何が嬉しいのかというと、添付画面に戻りますが、深淵シールドは防御力3小なんですが、ここの継続ダメージだったり元素爆発ダメージだったり、あと通常銃撃落下攻撃のダメージ、こうした火力要素は全部攻撃力3小なんですよね。このステータス設計のせいで深淵はシールドのために防御力が欲しいのか、火力のために攻撃力が欲しいのかよくわからなくて、火力を出したかったら攻撃力が欲しいけど、固有添付の物理バフをもらおうと思うとシールドが欲しい。でもそのシールドは防御力3小という
この何とも言えないアンバランスさが心炎が弱いと言われているもう一つの大きな理由です。こうした超伝導を生かすにはパーティー編成が縛られるというデメリット、そして攻撃力と防御力の2つのステータスが欲しいので結局育成が中途半端になりがち。この2つのデメリットによって心炎の評価はかなり低い状態でとどまっています。なんですが今回ね、その心炎を強く使っていく術が発見されたんですよ皆さん。では生異物の話をしましょう。私が今回おすすめするのは遂げられなかった重い4セットです。まさかのここに来て燃焼生異物の登場です。今まで皆さんが使っていたのはおそらく血染め総白の2セット複合だと思います。血染め4セットは銃撃を使う心炎には相性いいですが、敵を倒さないと効果が発動しないので結局シチュエーションが限定的すぎて使うにはやや難がある。総白4セットも物理バフ 25% の2セット効果を倍にできて攻撃力も 18% 稼げるということで優秀なんですが、継続時間7秒の間にスキルを2回使う必要があります。だからクールタイムが短いエウルワなんかとは相性いいんですが、心炎はクールタイムが18秒。結局祭礼体験でも装備しない限り2セット効果はともかく4セット効果は使えません。祭礼体験装備しちゃうと火力武器も使いにくいのでやや微妙。結局2セット2セットで使ってたんじゃないかと思うんですが、ここで登場するのが 4.6 登場の遂げられなかった思い。攻撃力 18% も当然攻撃力3章の心炎にとっては嬉しいですし、敵が燃焼状態に入ればダメージバフ 50% を獲得できます。与えるダメージ 50% は元素の指定とかもありませんので、物理ダメージ、炎ダメージ両方にバフが入ります。そして心炎は炎元素キャラ。これまで心炎は超伝導をしたいのになんで炎元素なんだと言われ続けてきましたが、この生異物を使うのであれば炎元素であるのはむしろメリットでしかありません。おまけに心炎はスキルレベル3のシールドで継続的な炎元素ダメージ。2突すれば爆発でも同じシールドを生成可能なので、スキル爆発を生かして燃焼を維持することも容易です。めちゃくちゃこの燃焼生異物と相性が良いんですよ。しかも攻撃力 18% とダメバフ 50% って実は書いてること総白4セットと一緒なんですよね。心炎に限って言うなら総白と同じことを祭礼体験を使わずとも可能なわけです。よってこの生異物を使えば総白4と同じ恩恵を得られつつ武器には赤角が使えるわけです。会心ダメージ爆盛り、防御力も稼げて、さらに防御力の 40% 分を通常銃撃ダメージに上乗せ。心炎自身の銃撃ダメージも伸ばせますし、防御力でシールドも硬くなる。まさに心炎にとって最適の武器を使いつつ総白と同じだけのバフを受けられる。どうですか皆さん、これめちゃくちゃ相性いいと思いませんか？今回はね、早速これを使っていきたいと思います。生異物のメインステータスは時計が防御、杯が物理バフ、冠が会心率です。時計は防御力の方がおすすめかなと思います。シールドがちゃんと硬くなりますし、貫突効果によって結局防御力の半分は攻撃力に上乗せされますので、トータルするとこの1600のうち半分800ちょっとが攻撃力に上乗せされる形となります。攻撃力2000を超えますよね。火力キャラとしては申し分ない攻撃力を獲得することが可能です。よってね、防御時計を使うのがおすすめじゃないかと思います。そして心炎のサポーターとして非常に相性が良いのが今回実装されたエミリエです。燃焼サブアタッカーですね。こちらにも同じく遂げられなかった思い4セットを採用しています。こちらについては時計攻撃、杯草バフ、冠会心率ですね。今回は無突エミリエで使っていきます。添付レベルはまだ育成途中です。266。キャラレベルも60で止まっちゃってますね。今後育成頑張っていきます。武器は西風槍。しっかりとチャージを補助しつつ爆発を回していくスタイルでやっていきたいと思います。エミリエ自身が燃焼サブアタッカー、継続して草ダメージを敵に与えてくれるので、心炎とエミリエを2人入れることによって
ほとんどの確率で周囲の敵は燃焼状態を維持し続けてくれます。よって重い4セットの効果が腐らず、2人揃って重い4セットの効果を受けられる、めちゃくちゃ相性いいパーティーが組めますね。そして残り2枠に採用できるのがミカ。武器は左中の賢者たちの問答を採用し、自身の元素エネルギーを回していきます。聖遺物はアリシヒの歌4セット。ミカ自身がヒーラーですので回復をしつつ、その回復量をしっかりと深淵への火力バフに変換していきます。貫突効果で物理の会心ダメージプラス 60% も可能。通常攻撃の速度を元素スキルによって上げつつ、固有添付で物理ダメージバフも配っていきます。最後の一人は安定の勝利先生。元素スキルでシールドを貼っていれば物理耐性マイナス 20% が可能。深淵の4突効果と合わせてマイナス 35%、 超電導のマイナス 40% に近しいデバフが可能になります。そして聖遺物は洗顔4セット。安定ですね。シールドを強化できる上、攻撃力バフまで可能。シールド耐久値も攻撃力も欲しい深淵にとってはめちゃくちゃ嬉しいバッファー聖遺物です。武器は聖風槍。エミリエ、深淵、ミカともに爆発を回したいのでしっかりチャージ補助をしてもらいましょう。では早速実践パートやっていきたいと思います。お相手は私のチャンネルでは毎度おなじみマッシュラプトルくんです。では行きましょう。まずは勝利先生のシールドを貼ったり、ミカのスキル爆発を回したりしてエミリエを設置。あとは深淵スキル爆発で炎元素をつけ燃焼を起こしたら銃撃ぐるぐる、1万9000ダメージ出てますね。そして最終弾でも1万7000ダメージ、しっかり強力なダメージを出してくれています。しかもこの銃撃継続時間中は洗顔4セットだったり貫突効果での防御力分の上乗せを受けたりして攻撃力2400、非常に高い数値での銃撃を起こせていますね。スキルローテーションも勝利はシールドを貼るだけ、ミカはスキルを打ちつつ使える時に爆発を打つだけ、エミリエもスキル爆発を使える時に使ってね。しっかりこのルミルースの瓶を設置しておけば仕事をしてくれるのでお手軽さもかなり良好です。使える時にダメージを出していくことでかなり安定して立ち回ることも可能ですね。はい、あっという間に戦闘終了。まだまだエミリエさんも育成途中なのでこっからさらにパーティー単位での火力は上がっていくと思われますが、深淵自身の物理ダメージしっかりといい火力出せてましたね。ということで今回は重い4セット燃焼パーティー型の深淵を紹介してまいりました。皆さんいかがだったでしょうか。物理アタッカーの中では不遇と言われ続けてきた深淵ですが、まさかのここに来て相性のいい聖遺物が実装、かなりいい火力を出してくれてましたね。物理アタッカーの中でも申し分ないダメージと言って良いのではないでしょうか。草キャラを1人採用すれば使えるのでミカ、勝利といったバッファーやデバッファーを入れることも可能ですし、もちろん他のサポーターを入れて組み合わせることも可能です。ただしフリーナを入れた場合は燃焼が早々に終了してしまう可能性があるので、その点についてはご注意。炎付着がかなり優秀なパーティーを組まないと維持するのが難しかったりしますね。そしてエミリエを持っていない場合はこのパーティー組めないんですかというと、一応ナヒーダであれば代用可能です。ただしナヒーダを入れる場合はやや草付着が足りなくなってしまう場合もありますので、ヨーヨとか他の草付着のキャラを入れた方が実用性は高いかもしれません。そしてこのパーティーでは熟知が別に必要ありませんので、ナヒーダには竜殺しの英傑弾なんかを装備させて攻撃力バフを深淵に入れてあげるのがおすすめだったりします。ぜひエミリエを持っていないという方も諦めずに他の相性いい草キャラを探してぜひこのパーティー試してみてください。ということで今回の動画はこれで以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。これからもね、こうしたキャラの意外な使い方、今まで知られていなかった相性いい武器、聖遺物、パーティーなんかもいろいろ検証していきたいと思います。今回のアイデアもね、配信していた中でリスナーさんからいただいたコメントをもとに開発されたパーティーです。ぜひこうした面白い編成を見てみたいという方、
そしてね、今までなかなか使われてなかったんですけど、この私の推しキャラ強く使う方法ないのかというのをね、ぜひぜひ一緒に考えていきましょう。配信にも遊びに来ていただけると嬉しいです。ではでは、また次回の動画や配信でお会いしましょう。今回の動画ご視聴いただきありがとうございました。